皆さん、こんにちは。スティーブテキシテンのスティーブです。初めて日本に行った時はですね、1991年、ぐらいに、今でも一生忘れられない、こと一つあります。日本でいいもの、捨てられてるよあるよね。なぜこんなにまだ使えるもの、なぜこんなにまだまだいけるもの、まだ売ろうと思えばお金になるもの、使おうと思えば使えるもの、なんでこんなに捨てられてあるのか。っていうのは本当に不思議に思っていました。普通に捨てられただけじゃなくて、その捨てられ方が面白かったんですよね。例えば、よく捨てられてあったのはこたつとか、あとはよくあったのは灯油ですかのストーブとかも捨てられてあったんですよね。まだお金がない時に買えなかったものとか、本当にあの辺のゴミ置き場にあったんです。あったんです。で、綺麗に捨てられて、まだ新品じゃないかぐらいの箱の中に綺麗に梱包された状態で、明らかに中古のものだったんですが、コードは綺麗に巻いてあった、綺麗に捨てられてあったものがよくあったです。灯油ストーブもそうだし、こたつもそうだし、あとラジオとかステレオとか、まだまだあれ、なんか、本当毎日のようによく見かけたので、なんでだなと思って、その解釈が、一気には来たわけじゃなくて、まだ、その時からも20年、23年、30年後、その時からもう30年後の話なので、長くこう考える時間もあって、いろんな解釈の仕方、でもどんどんついてきたこう考え方は、日本という国はこう輸出国ですよね。物を作る国です。これ、まだ90年代の話です。今じゃなくて、現代の話に後で行きますので、ぜひ最後まで付き合ってください。ものづくりの日本、ものを作るで日本国内の市場、日本から今度輸出して、こう、お金を日本に持ってくる、こう輸出国として、日本国内のマーケットを大事にしなきゃいけない。さらに、ついに新しいものを作る、そういう新しいもの、寿命という考え方とか多分あったと思うんです。いろんなものに。これを使って、これがもう古い扱いというか、もう何年も経ったから新しいのは買わなきゃいけない。車ではそれよくわかりましたよね。車検制度ではやっぱりそれこそのことだと思うんですよね。車が古くなると車検の回数が確かに増えるよね。それ増えるとお金がかかる。税金も今度かかる。またなんだかんだなんだって古いものを持つにはお金がかかりすぎ。持つ意味、維持させる意味がなくなること。これはね、非常にもったいないことだと思います。今、現状の車輸出、日本から貴重な車とか古い車とかってよくスティーブ・テキシテンのチャンネルでよくコメントにある。皆さんの気持ちわかりますよ。維持したくても、持ちたくても、ずっと手放したくなくても、ですよね。日本の今のルール、税金などなどのことでは、なかなか自分は愛しているもの、車もそうだし、古いものを持つのがなかなか、特に車の話になってるんだけど、今は持ちづらい。で、結局車が海外に流れてしまう。以前も話したことあると思うんですが、最初は船橋の方で会社の社員として団地を借りたんです。借りた団地はその時より30年前に建てられた団地。私は言ったら全然十分なところで全然古く感じなかったところなんだけど、会社の人とか友達などに言ったら、30年前のとこボロいんじゃないかとかって、いや、そうでもないと思ってたんだけど、なぜ日本人にそういう感覚があるのはその時初めて知りました。車もそう。たった10年しか経ってないの、まだ新車じゃないかって、なんでこんな車を3万円とか8万円とかで買えるのかって、アメリカ人としてびっくりしました。旧車好きな、昔のものを大事にしたい、残したいっていう頭しかないアメリカ人として日本に行って、今度その感覚をちょっと理解しにくいところがあった。特に、なんていうんですかね、そういう感覚がありながら逆に、お寺とか昔のやっぱり大切にされている日本の歴史のところもある。それは非常にいいことだと思うんだけど、なんでその考え方が例えば車とかまた他のものまではついていかないのかっていうのは、少なくとも不思議に
思ってましたよね。思った時がありました。で、リサイクルショップはその後、日本では流行ってきたんですよね。90年代からあっちこっちにちょこちょこリサイクルショップに。その時からやっぱり捨てられるものがちょっと減って、少しでもこれに価値があるんじゃないかというのは、なんか流行った時も、デニムとか、ジーンズでもね、リサイクルショップ、ストーブとか、こたつとか、ああいうものでも、家具のユーズドのものでも、少しでもなんか、そういうお店が出てきたのも覚えていますよね。ことわざでは、英語では、あるんですけど、日本にもあるのかな？多分、正しく言わないと思うんですが、一人にとってゴミというものは、もう一人にとっては、これは宝物。なんていうの？意味わかります？多分、そういうことわざちゃんとあると思うんですが、アメリカ人の考え方は、まだ使えるものだったら捨てるんじゃなくて寄付をする。お金のない人とか、例えば自分で買えない人とか、これまだ使えるんだったら寄付したくなるんですよね。その人にとって、捨てるともうそのままゴミになってしまうだけなので、まだ使えるものであれば誰かに寄付して使っていただいた方がいいんじゃないですか。気持ちもいいしね。ストーブとかってああいうものになると、その人の人生、もうたった一つのあれでもう変わることもあると思うので、そういう考え方です。洋服もそうだし、アメリカ人も若い時から自分でもう終わった、もうサイズが合わない服でも集めて捨てないで、月1でも、それから電話1本すれば、そのボランティアの、チャリティの方が取りに来てくれるんですよ。そういうのもあります。日本にもそういうのもあるんだろうと思うんですが、一つちょっと見せたいのがあります。面白い例になると思いますね。これ星に見えます。テキサスといえば、これローンスターって、この星の一つ。いろんな星のデザインのものがテキサスにたくさんあります。この星はただの普通の星だけじゃなくて、これはですね、1891年かな ?1891 年に作られたピアノあったんです。そのピアノがもう崩れたりとかでもうレストアする価値が残念ながらなかったんです。しかし、元のピアノのキーを引き取ってくれて、で、こういう商品にする近くの業者が見つかりましたね。で、取りに来てもらって、引き取ってもらって、その後に、約1ヶ月後に、そのピアノのキーを使って、ね、で、これ作っていただきました。めちゃくちゃいいんじゃないですか？かっこいいんじゃないですか？古いもの、その形では使う道がなくても、もしかしたらクリエイティブに考えて、これはビジネスになってるんです。これは$100で、1個売れます。1個のピアノで、1つのピアノで、いくつの作品、ものを作れるのか、考えてみてください。面白い。クリエイティブな考え。それこそ、ゴミ、俺にとって残念だったんだけど、そのピアノにも使う道もレストアとかをするほどのものではなかったので、取りに来てもらった人、こんな素晴らしいものができた。そういうのもね、一つのチャンスだと思う。これから、これは日本人だろうが、アメリカ人だろうが、みんなクリエイティブに考えれば、ゴミにもなんか価値が本当にある。ゴミと思われる、もういらない、これ価値がないというものに価値があるかもしれないですね。自分じゃなくても、他の人にあるかもしれないので、その考え方はちょっと変えていくことが大事なのかな。車の話に戻りましょう。車はもちろん、みんなご存知、車好きな人だったら古いからって価値がないわけではないです。価値いくらでもあります。最低でもパーツとして価値のある、ものになります。でも乗られる、レストアされる、レストアするほどいい車もいっぱいあるんですね。昔の車というのはもう文化財っていうのかな。日本から見ると一つの文化財。日本で作られた初めて日本ではこれできたものを大切にしたいですよね。大切にしたいです。大切していただきたいです。これから EV とかなんだかんだとかって言っている話もね、あっても構わないんだけど、今まで作られた、今まで日本で発明した、できた、世界中に大ヒットした車と、日本の一つの文化財だと思う。アメリカもそうだしと思うし、大切に保管されたいですよね。日本では、これできたもの、
日本にもあるべきだし、日本の昔のものだからって、今の若い人それ見て、これ自分の国の誇りにもなることだと思う。日本でこんなできたんだって。アメリカ人もそうだし、アメリカでこれできた、アメリカで発明した、そう、プライドがある。古いものにいろんな価値がある。表では見えなくても、なんていうの、裏にありますよね。作られた以前の遺跡とか、もう人の思い出とか考えとか素晴らしさとあるので、大事にすることは重要だと思います。日々前進な感じで、いつもサムズアップ的に前向きに、日米、アメリカと日本、全世界の平和のためにでもオープンにこういう話、トークしていきましょうね。ね。stevepov.jp っていうオフィシャルウェブサイトに、スティーブ適正のオフィシャルウェア、このパーカー、素敵なパーカーと、ウィンドブレーカーと、ステッカーセットと、いろいろで、これから新しいものもどんどん作っていきますので、よろしければ、ぜひチェックしてみてくださいね。日本国内の送料は無料です。スティーブさん、こういう話についてなんかトークしてもらえませんかとかって、なんかそういうリクエストがあれば、ぜひ下のコメント欄に残してくださいね。そして、チャンネル登録ボタンを押していただければ幸いです。いいねもぜひ入れてください。ではまた次回まで、いつもサムズアップでやっていきましょう。よろしくお願いします。失礼します。